からゲームだね。初めて聞いたんだけど、これ犯人とか言いたいのか。いるからな。死んだ後に行動できないから。芸術家の鏡だな。めちゃくちゃヒント言ってくれるな。これ早送りしたら時間めっちゃ早くなるな。白い塗料が塗られた後に傷がついてんね。先読みしたのかな。危険だから回収したのか。知らない事実出てくんだ。死んだ時間帯わかんない。さて、まずは何から話すべきかな。それはもちろん、犯人を示す明確な証拠からですよ。んなもんあったら苦労してねえよ。ピンと時間帯調べたいね。全員のね、状況アリバイとか。死体に犯人の名前でも書いてあるってのか。っていうか、そんなのあったらみんな見つけてるし。まあまあ、とにかくシェリーちゃんの話を聞いてみようよ。どうせ何から話していいのかわからないんだし。ああ、それじゃあ聞かせてくれ、シェリー君。君の見つけた証拠について。フルーツじゃなくてカメラ、写真撮った。お任せください。新しい証拠出さないよね。これから議論が本格的に始まるんだ。みんなの話をちゃんと聞かないと。でも一体何を話したらいいんだろう。チュートリアル入る？エマさん。何メルルちゃん。多分、ここからみんなで議論をすることになると思うんですが。やっとゲーム来た。議論、裁判来た。みんなが話す内容で気になるところが出てくると思うんです。そんなところがあったら、指摘できるかどうか考えてみてください。これミスとかあるのかな？体力とか。間違っている意見には反論することができるはずです。俺も遊びでちょっかい書きそうなんだけど。私も何か変なことを言ってしまうかもしれませんし。バッドエンド全部回収してるような人だから。皆さんも何か勘違いしていることがあるかもしれません。エマさんならきっとみんなの議論を正しい方向に導けると思うんです。なんとなくですけど。メルルちゃん。メルルちゃんの言う通り、何か気になることがあったら勇気を出して指摘してみよう。ここからゲームだね。何これ12分。12分。私が見つけた証拠。それはズバリ、ダイイングメッセージ。何それ初めて聞いたんだけど。ダイイングメッセージ。死者が死に際に残す言葉であってる。これどうやって突っ込むんだ？そんなの死体の周りにあったか。これ今話聞いてるだけか。死体をよく見てください。ダイイングメッセージ。死体の後ろ、そして周囲。そこに血で描かれた蝶の絵が描かれているんです。これがダイイングメッセージなの？あれはおそらく被害者が最後まで持っていた筆を使って描かれた死者からの伝言。つまりノアさんのダイイングメッセージなんです。今選べたな。あそこだっけか。今のシェリーちゃんの言葉、少し気になるところがあったかも。気になるところあった？エマさん、気になったところがあったら指摘をしてみましょう。わかった。やってみるね。大量の血液が書かれてる。つまり筆で書いてないよね。自分の血で書いたの。どこ？それは何？早送り。死体の後ろ、そして血で書かれていない。血液で書かれてるよね。踊るだけこれ。血で書かれていないって言ってみるか。ちょっと待って。本当にそれは血が使われてるのかな？これなんかどんどん増えていく？もしかして。もしかしてペンキとかの画材だったんじゃない？いや、血液だね。血でしたよ。おそらくあの固まり方と匂いは血液で間違いないかと。匂いでわかるの？現場にあった赤い塗料には使われた形跡がありませんでしたわ。白い塗料だけだよね。あれがノアちゃんの血で書かれたということは間違いなさそうね。おめえ血も見たことねえのか。とんだ世間知らずだな。間違った指摘してるな。そんなことないと思うけど、どうやら指摘を間違えてみんなの印象が。待って、これ証拠選ぶ？もう一度考え直してみよう。戻るしかないよな。なんか言ってる？あれはおそらく被害者が最後まで。待って、筆を使ってこれか。筆で書かれてはいない。これだよね。筆で書かれていないだよね。筆で書かれたって言ったけど、本当にそうかな？それは、確かに筆じゃなくてもいいかもしれませんけど。確かにノアちゃんはスプレーアートをメインにしたアーティストだったけど、そういうことじゃないのよね。ノアちゃんが死に際に絵を描くときに使った方法、それは。指じゃないよね。魔法なのか。魔法で書いたりする？みんな、ノアちゃんの魔法って知ってる？僕は本人から聞いたけど、彼女の魔法は液体を操作する魔法。そうやって絵を描くんだ。待って、液体操作すんの？絵を動かす魔法。液体動かせんの？液体を操作する魔法。そうやって絵を描くんだ。だからあの絵は、ノアちゃんが魔法で描いた絵だと思うんだ。魔法で描けるんだ。そもそも、ノアちゃんの出血量で筆を使って絵を描くのは物理的に難しいと思うわ。自分の血であんな大きな絵を描くなんて普通なら不可能だろうね。この子死に際に魔法をコントロールできるようになったのかな？絵描いたら勝手に動くぐらいだったんだよね。ノア君が死んだ後に他人によって描かれたと考えるのが自然だ。しかし、この牢屋敷においては物理法則に次ぐ第二の法則、魔法という選択肢が入ってくるというわけだね。それ入ってくるとわかんないから。ノアさんは死に際、魔法を使って一瞬で絵を完成させた。確かにそう考えると、辻褄は合う気がします。蝶がダイイングメッセージなの？これはなんだ？蝶の絵が描かれてる。これ犯人とか言いたいのか？よかった。シェリーちゃん納得してくれたみたい。しかし、そうなるとやはり結論は一つです。あの絵がノアさんのダイイングメッセージだったんですよ。
絵を通して私たちにメッセージを伝えたんです。誘導してる？わかんないな。そうなっちゃう？で、あの絵がダイイングメッセージだからって。ダイイングメッセージ？誰なの？それはもちろん、犯人はマーゴさんです。マーゴ？関係ないやん。あらあら、私？面白い推理ね。詳しく聞かせてくれるかしら。そうだから。シェリーうまくみんなで遊ぶってみんな巻き込んでるよね。情報を出すために。そうか、蝶のイメージってマーゴなんだ。紫の蝶だな。この人関わってくんの？でも本当にそうなのかな？傍観者だと思ってたけど、一連のやりとり見てるか？確かあの絵って、あれなんだっけ？どこかで見たような。エマさん、何か確認したいことがあるなら、魔女図鑑を見てみてください。スケッチブックの紫蝶でしょ。魔女図鑑、スマホに入ってたアプリだよね。はい。事件のデータや皆さんの情報、このお屋敷の見取り図なんかが見られます。ありがとう、メルルちゃん。後で確認してみるよ。シェリーちゃんの言ったこと、僕の調べた情報や資料と合っているか見比べてみよう。なんかゲーム始まる？もう一度現場に残された絵を思い出してみてください。立派な蝶の模様が描かれていますよね。まず見るか。そしてマーゴさんの衣装には蝶があしらわれています。確かに用意された私の衣装には蝶をモチーフにした飾りがついているわね。そう。つまりあの絵はノアさんが死に際、犯人であるマーゴさんを告発したメッセージだったんですよ。あ、そう捉えられるかもしれないね。マーゴさん、あなたで決まりです。あら、そうだったのね。知らなかったわ。なんだ？話、本当に正しいのかな？エマさん、シェリーさんはもしかするとまだ知らないことがあるのかもしれません。もしそうならそれを教えてあげると意見を改めてもらえるかもしれません。シェリーが知らないこと、スケッチブック関係ある？もう一度見つけたものを確認してみるね。いや、ノアの描いたものではない。どれかに反応するでしょ。あの絵は絵が描かれたのは死に際ではない。絵が描かれたのは死に際でしょ。血液だから。みんな、これを見てほしいんだけど。それって、ノアちゃんの絵？死体現場に描かれていたのとそっくりですわ。ほら、やっぱりです。この蝶はノアさんが描いたダイイングメッセージなんですよ。いや、実はこれは、アンちゃんのスケッチブックに書かれてたものなんだ。そうなんですか、アンさん。そう。シェリーの知らない情報だな。ノアが勝手に描いてった。事件現場に残された蝶の絵は、確かにノアちゃんが死に際、魔法で描いたんだと思うけど、でもこのスケッチブックの蝶の絵は、前から描かれてたものなんだよ。これって、本当にダイイングメッセージなのかな？違う。蝶はマーゴを示す絵ではない。我が輩が否定する。我が輩はこの蝶の絵の意味についてノアから事前に聞いてる。話するんだ、ノア。この絵はノアの死に関係はない。そういうことなら、これがダイイングメッセージとは少し考えにくいですね。赤い蝶は何を伝えたかったんだ？少なくとも、これでマーゴちゃんを犯人と決めつけるのは早すぎるんじゃないかな。マーゴ犯人決めつけると思わなかったな。なるほど。確かにそう考えると違うかもしれませんね。それじゃあさっきの発言は撤回しちゃいます。簡単に自分の間違いを認めていいのかい？見ようによっては、マーゴ君を犯人に仕立て上げようとした真犯人のようにも見えるよ。自分が捕まらないために。ね。いいんですよ。間違ってたのは納得しましたし、私はその蝶の絵の情報を持っていませんでした。新しい情報を手に入れたなら、考えは変わるものですよ。なんかレイコロコロ変わりつきじゃない？誰が犯人かみたいな。そうだ。僕は知ってるけど、みんながまだ知らない情報もあるんだ。それ共有した方がいいよね。知らないなら正しい推理なんてできない。だから正しい情報を共有して、みんなの間違いを訂正していくんだ。でもさ、じゃあなんでこんな絵描いた？なのかなんだ？何も喋らなかったな。リボン関係あるからな。いくら天才画家だろうと、きっかけぐらいあんじゃね？芸術家の頭の中なんて、バカには理解できねえだろ。今私がバカって言ったか？いるからな。そうは言ってねえだろ。凡人のうちらが考えるだけ無駄だって言ったんだよ。例えば、思いついたもんをその場で書いちまっただけの可能性もあるだろ。そんなことある。でもその可能性は本当にありそうだよね。ほら、部屋の中って白一色だったでしょ？なんかキャンバスっぽいなーって。ずっと絵のことしか考えてなかったもんね。つまりダイイングメッセージのように自分の死体を使った作品を残した。文字通り遺作というわけね。死ぬ時までずっと絵のこと考えてたのか。でももしかすると、本当にそれが真相なのかもしれないわ。特に意味はないってやつか。どういうことですか？ノアちゃんの死は自殺だったかもしれない。そういうことよ。新しい考え方出してくるの。それ棒眼どうなんのよ。ノアちゃんの死体の状況を思い出してほしいのだけど、その死体はまるで真っ白なキャンバスに自分を蝶と見立てたかのように横たわっていたわ。あの子は自分の肉体を最後の作品の画材として使った。
他に謎が残るんだよ、それだと。そんなことありえんの？死んだ後に行動できないから。心が疲弊してしまった天才芸術家のノアちゃんは凶器を手に取って自らの胸を貫いたの。そして傷口から血が噴き出て、それはあらかじめ塗料で塗られていた部屋を真っ赤に染めた。それはありえそうではあるけど。そうしてノアちゃんは一枚の絵を完成させたのよ。自分の人生最後の遺作を。いや、それだと不自然な状況しか残らない。そう考えれば全ての辻褄が合うわ。全部見るか。あの部屋の状況も全てノアちゃんが作り上げた芸術作品だったのよ。ちょっと待ってください。ノアさん台の近くには凶器と思われる矢が落ちていました。普通に考えるなら、自分で刺したというよりも撃たれたと考えるの。これ話聞いていかないと押しちゃいそうだな、反応。そうとも限らない。長いな。自らの手で突き刺すことぐらいできるでしょ。それとも何かそうではない証拠でもあるのかしら。確かにこのような監獄生活では多少おかしくなっても仕方ないとは思うけどね。難しくなってる。調子を崩してしまっていたならありえないともいい。めちゃくちゃ反論のする場所あるぞ。やば。ノアちゃんがどうやって死んだのか、ノアちゃんのことについてはわからないことも多いかもしれない。芸術家の鏡だな。でもさ、私たちにわかることは限られています。当たり前ですが、わからないことはわからないんです。これミスしたら時間減るな。なら議論すべきなのは今わかっていることだと思います。めちゃくちゃヒント言ってくれるな。今わかってること。そうだね。もう一度今わかってること。魔女図鑑の情報とマーゴちゃんが言ったことに違いがないか確認してみよう。これまず自殺かどうかの話だよね。シンプルな事実。刺した刺し傷抜かれてるよね。これ早送りしたら時間めっちゃ早くなるな。美しい実施。ノアには自殺の動機がない。いや、わかんない。あの部屋の状況。部屋の状況がおかしい。それはそう。大丈夫か？これで解決しマーた？ゴちゃん、でも一つ部屋にはおかしな点があるんだ。おかしな点？それは何かしら。他にも傷とかあるからね。これを見てほしいんだけど、その写真は床の傷？それがどうかしたのかしら。スプレーで塗った後だもん。マーゴちゃんは部屋を白いキャンバスに見立てたって言ってたけど、じゃあこの傷って何だと思う？後からつけたんだよね。絵の一部ではなさそうだし、予定外の傷をつけてしまったんじゃないかしら。いや違う。白い塗料が塗られた後に傷がついてんだよね。ノアちゃんが自殺した後、矢が地面に抜け落ちた。それで矢が床に傷を作ったのよ。いや、どうなんだろう。それなら何も問題ないでしょ。自分で自死する前に傷はつけられるか別に。矢が傷を作った。そのマーゴちゃんの説明に問題は？問題あるじゃない。問題あるよ。この矢を見てほしいんだけど、凶器の矢ね。傷をつけたら血がつく。これには床に塗られていた白い塗料がどこにもついてないんだ。あら、本当に。この矢がもし床に傷をつけたならこんなことありえないよね。だって床から剥がれた分の塗料がこっちにもつくはずだもん。そういえば矢の落ちていた位置も少し傷から離れていた気がするわ。なら確かにエマちゃんの言う通り、あの傷はこの矢でついたわけではないかもしれないのね。けどさ、確かにちょっと不自然かもだけど、そんな細かいことなんか事件に関係あんの？あの傷は何なんだろうね。それは関係あるわよ。事件にとても大きな関係がね。マーゴちゃん。だって矢に塗料がついていないということは、他に床を傷つけたものがあるということでしょ。この証拠見当たらないんだけど。でも現場ではそれが見つかっていない。魔法か？それはどういうことだと思う？どういうことだよ。誰かが床に傷をつけたものを持ち去ったということでしょうか？そういうこと。シェリーちゃんは賢いわね。つまりノアちゃんではない、何者かがそこにいた。この傷はそういうことを表しているの。何者かがそこにいた。部屋の中にいたの？それは明確に殺人者がいたということを示しているわ。確かに少なくとも死体を見た後に立ち去っている人物はいるはずですもんね。ええ。あなたもそう言いたかったのよね、エマちゃん。浮いてるやつが怪しいってなるか。多分そうかも。じゃあやっぱパティシラの中の誰かが殺したってこと？そう。つまりこの中にノアちゃんを殺した殺人鬼が紛れ込んでいるということよ。そんな嘘ですわ。それが本当ならどうしよう。マーゴちゃん、それは確かにそうかもしれないけど、そんな言い方。どうやって傷つけたんだ？危うくそんな大事な情報を見落とすところだったわ。ありがとう、エマちゃん。おかげで議論が進んだわ。なんでそんな証拠残したんだろう。そう、誰かを処刑しなくてはいけない議論がね。マーゴちゃんの言う通り、僕が指摘したのはこの中に犯人がいるということなのかも。マーゴちゃんはこんな状況なのになんか楽しげだ。それになの
どかちゃんはさっきから一言も口を開いてない。みんなが何を考えてるのか全然わかんないよ。こんな状況で犯人を探し出すなんて本当にできるのかな。殺人者がいると判明しただけで何も進んでないな。さあ、議論も盛り上がってきましたし、次は死因についての話をしてみましょうか。死因大事だね。そうね、話し合いましょう。みんなが頭の中で考えている。射抜かれただけで本当に死んだかまだ分かってないから。ノアさんを殺した凶器についてもう一度詳しく考えてみましょうか。なんか話し合う必要あるのか。さっき桜庭と宝生が話してただろ。あの矢が城ヶ崎を殺した凶器だってな。部屋に転がってた矢ですわね。これを胸に刺されてノアさんは死んだんですわよね。だとしたら犯人はその矢をどうやって刺したんでしょうか。飛ばしたんじゃないの。部屋の中は白一色で砲丸で飛ばした。そこには足跡もありませんでした。遠距離から狙撃したんでしょ。遠くから投げつけたんじゃねえのか。犯人はダーツの経験でもあったんだろ。矢を部屋の外から投げ込んだだけ。単純でシンプル一回話聞くか。ダーツで人殺しとかそれ本気で言ってる？頭ヤンキーすぎ。仮の話だっての。とりあえず家庭として進めてんだよ。文句があるならお前が仕切れ。矢を投げて人を殺すことが可能かはわからないけど、それはそれとして何か違和感があるような。いや撃ったんじゃないの。エマさん、やっぱり皆さんが知っていることには人によって差があるみたいですね。どこに違和感持ってるんだろう。アリサちゃんに説明して話を聞いてもらおう。ちょっとだけ怖いけど。遠くから投げつけいや刺さらなかった。いや刺さったでしょ。貫通してるからじゃねえのか。犯人はダーツの経験者ではない。関係ないな。他の反応見てみたいけどな。時間減るだけだよね。失敗した時どうなるんだ。部屋の外道具を使ったこれだよね。一回違うやつ見てダーツやってみる一回。ちょっと待って。あ違うなこれ。よくダーツの経験者がいたりするのかな。たまたまいた可能性だってあったから。別に今それを追求する場面ではないと思いますわ。なんかダーツに思い入れでもあるの？お気持ち表明は後にしてもろて。みんなが切れてる。空気悪くしちゃったかも。時間減るよね。あれこれ緩いかもしかして。全部反応聞けるな。いや刺さらなかった。これどういう反応してくんの。指は刺さってるだろうみたいな会話聞けるよね。さすがに見なくていいか。道具使ったから。え嘘。犯人が矢を投げたとは限らないんじゃないかな。違う。ローと吹き矢だろうと変わんねえだろ。吹き矢ってその発想あなた秘境の先住民かなんかですの？ああなんだ文句あんのかてめえ。アリサちゃん落ち着いて。エマさん、アリサさんはまだ知らないだけ。動向を見てもらえば。証拠を見てもらえばきっと分かってくれます。分かった。やってみ。凶器が投げた以外でどう使われたのか。投げた以外で。手がかりになる情報をみんなと共有するんだ。知的か修復困難これじゃない刑事。これ合ってたのか。分解されたパーツ。これ棒眼でしょ。あリボンか。血ついてたよね。こんなんで殺したの。白い塗料付着してるからこれで刺したってこと。血ついてるよね。違うな。矢を投げつけた刺した刺し傷ってこれじゃない。凶器が投げた以外でどう使われたのか。これが凶器でしょ。棒眼の矢なんで。ねえこれを見てアリサちゃん。何これ。その矢がどうしたってんだ。この矢が何。これってボウガンの矢なんだ。棒眼の矢ね。投げ矢だろうがボウガンの矢だろうが。この矢は棒眼の矢っていうことで。ボウガン。そういやそんなもんどっかで。棒眼ってことアピールするのか。棒眼の矢ってこと。なのかちゃん、昨日ラウンジにあったボウガンがなくなったって言ってたよね。わかんない。竹雄にしたのかな。棒眼の撃ったものを掲示しちゃったぞ。なのかちゃん。そうよ。よかった。答えてくれた。なんだと。昨日の夜、なのかちゃんがラウンジのボウガンがなくなってたことに気づいて教えてくれたんだよ。きっと、そのボウガンの矢がこれなんだと思う。間違いありません。矢針も少ないですし、これは要求銃の矢ですよ。要求銃。要求銃って何？棒眼の種類。はい。正式にはクロスボウというらしいんですが、詳しい。これはともかく、きっとラウンジにあったボウガンの矢ですね。そうか。それなら、その矢は投げたんじゃなくて、撃ったかもしれねえってことか。撃つ可能性もあるってことを言いたかったのか。細かいことだけど、道具を使ったかどうかって大きな違いかと思って。誰でも殺せるよね、道具使えば。確かに桜庭の言う通りだな。うちが見落としてたみたいだ。よかった。アリサちゃん納得してくれた。やっぱり話せば分かってくれるんだ。確かに矢を投げたってよりも、ボウガンで撃たれたって方が筋が通るな。矢を投げて貫かないでしょ。けどそうなると、誰がそのボウガンを使えたんだ。ボウガンを使えた人物がノア君を殺した犯人ということだね。ボウガンを盗んだ人は誰なんですの？さっさと出てきやがりなさいませ。まず深夜に殺されてるでしょ。自由に歩けるのはアーンしかないの。いや、そんな名乗り出てくるわけないじゃん。実中ハックそいつが犯人なんだし。そうだな。それ私です。何言ってんの？は？
ですから、ラウンジからボウガンを持ち出したのは私ですよ。危険だから回収したのか、使われたのかな。なんでシェリーちゃん、そんなことを？だって危ないじゃないですか。人を殺せるような道具が誰でも使えるラウンジに飾ってあるんですよ。殺傷力に気づいてたのか、ボウガンに詳しかったもんでし当然、気になりますよね。回収したのか。それじゃあ、君が盗んだボウガンでノア君を撃ち殺したということでいいのかい？回収したとしてどこに置いたんだ？置き場所だよね。部屋には隠してないな。まさか。そんなバレバレなことしませんよ。ボウガンが犯行に使われた時のことを考えて、分解して構造を知っておいたんです。これか、分解されたパーツ。バケツ入れてた。これ位置、納得できるな。バケツの位置、ここら辺なんだよね。イラストとか見てたら。こんな分かりやすい場所に置いてたのか。全員気づけるな。手前に置いてるから。でも、なんか戻せなくなっちゃいましたけど。分解はできるけど、無限無理だったんだ。ダメじゃん。でも、どっちにしろボウガンを盗んだなら怪しいに決まってますわ。こいつが犯人ですわ。いえ、違いますって。それに私が盗んだボウガンには、その時すでに矢がなかったんですよ。なんで矢だけ回収したの？矢が？ええ、おそらく何者かが、私が借りる前にもう矢を盗んでいたんでしょうね。なんでクロスボウだけ残したんだろう。矢がないなら当然、撃てませんよね。なるほど。そんな言い訳が通るかっての？でも本当なんですよ。そうね。彼女が言っていることはきっと本当よ。なのかちゃんが自分から喋ってくれた。なのかちゃん、それってどういうこと？私はあのボウガンが殺人に使われる可能性を見越して注意して見ていたの。だから気づいたんだな。その時矢がなかったの気づいたのか？彼女の言う通り、一昨日の時点ですでに矢はなかったわ。矢がない状態のクロスボウを見てるのか？その前には一緒に矢も飾られていた。一緒に矢が飾られてる。だから矢だけが盗まれていたという彼女の証言は本当のことよ。ほら、なのかさんの言っている通り、私がお借りした時にすでに矢はなかったんですって。まあ、あなたが事前に矢だけを盗んで、その後に本体も追加で盗んだ可能性は否定できないけどね。だとしたらわざわざボウガンを盗んだなんて言い出しませんよ。疑われるだけじゃないですか。何にせよ、犯人は事件の2日前には凶器を盗んで手にしていた。ということでいいのかな？こんな前から準備してたの？そうですよ。それで合ってます。計画的だな。とっさの行動じゃないな。城ヶ崎ノアを狙ったのはいつもあの場所にいたからか。シェリーちゃんがボウガンを盗んで分解した？でも殺した犯人とは限らないよね。動機わかんないな。では改めて、今のお話の流れを整理しましょうか。15分に増えてる。私がボウガンをお借りしたのは、一昨日の晩のことです。その時にはすでに矢が装填されていませんでした。分解したパーツは戻せなくなったので、部屋の前のバケツに入れて保管しておいたんです。このまま復元できないでしょ。通路脇のバケツってゴミ箱なんじゃ。けれど一昨日矢だけが盗まれていたのは私も確認しているわ。彼女は本当のことを言っていると思う。あ、見ているんだ。やっぱ矢だがない状態を見てるんだ。可能性はあるんじゃねえのか。後からボウガンの本体の方も欲しくなったとかさ。それありそう。矢を触ってるうちに撃ってみたくなって殺したんじゃね？そんなバレバレなことしませんよ。プンプン。ボウガン使ったとしてまた分解したの？漫画みたいな効果音自分の口で言う？マジでキモ。証拠隠滅で分解したのか？上間さん、もしかしたらシェリーさんのお話、私たち証明できる証拠品を見てないでしょうか？そういえば確かにメルルちゃんの言う通りかも。もう一度魔女図鑑を確認してみよう。私がボウガンをお借りした。ボウガンをお借りしたのは一昨日の晩より後のはず。関係ないか？それありそう。シェリーは殺せない。これもわかんない。シェリー殺せない理由でもある。覚えてないな。バケツ見たのいつだ？この音楽やばいし。不穏すぎでしょ。これ何がテーマでシェリーがやってるかどうかの話。シェリーは殺せない。シェリー殺せないこと証明できるの？これ修復困難ってこと？修復困難だから、シェリーだけじゃないよね。シェリーちゃんの言ってることは本当に誰でも殺せないんじゃないの？これを見て。それはこれ、メルルちゃんと見つけたんだ。通路のバケツでさ。何かの機械のパーツでしたよね。クロスボウでしょ？それです。それが分解したボウガンの部品ですよ。これが修復困難だからシェリーどころか誰でも使えないんじゃないの？なるほど。つまりこれでシェリーボウガン泥棒？ボウガン泥棒だって証明されたわけね。まだ疑えるでしょ、それ。ただお借りしただけなんですってば。そこが問題じゃなくて、実は僕たちがこれを見つけたのは、昨日の夕方なんだ。覚えてない。昨日だったか。それってどういうことだ？僕とメルルちゃんは、これを見つけた直後にノアちゃんと会ってるんだよ。つまりノアちゃんが生きている時、このボウガンはもう分解されていた。もう修復できないってことでしょ？このボウガンを使うことは、物理的に不可能なんだ。誰も使えないってことだよね。でもその後でもう一回組み立てたとかいう可能性はねえのか？
もう一度作り直せば使えるだろ。それが、実は私、その部品を見つけた時に気になって、いくつか大きな部品を持ち帰っていたんです。ですから、それを元通りに組み立て直すことは難しいと思います。この部品って何？紐？ってことは、何？ボウガンを犯行に使うことは不可能だったってことかな。ノアさんが他の代替したんじゃないの？すでにボウガンが解体されていたのは間違いない事実だと思います。ノアが死ぬ前にボウガン分解されてるからもう殺せないってことでしょ？これで私の無実が証明されちゃいましたね。知らない事実でくんな。パーツ回収したのか？まだボウガンは使ってないってだけだろ。殺人犯としての疑いが晴れたわけじゃねえよ。ボウガン使ってないんだ。調子乗んなし。クソ。でもそうなるとどうやって貫いたの？私に戻っちゃったわね。ボウガンが使われていないとなると犯人はやっぱり矢を手で投げたってことになるんだよね。怪力？いや、待って。けれどいくら短い距離とはいえ致命傷になるほど矢を深く刺すなんて手投げで可能なのかしら。怪力だったらできるでしょ。気合でなんとかならねえのか。こう勢いつけてブンってさ。そういやバカ力持ったやつ疑われるよね。いくら力が強くても直接力を伝えないと致命傷になるほど深くは刺さらないと思うんですけどね。それによほどの達人でない限りそんな簡単に的に当たるとも思えませんし。コントロール必要だね。でも投げた以外の可能性ってあるのかな？リボン自分なんじゃないの？部屋は一面に白い塗料が塗られており足跡もなかった。やっぱりノアちゃんに近づくのは難しそうね。遠距離で倒したのは事実だけど、ほうき取り外されてんな。ほうきとリボンでなんか作れる？弓か？弓じゃないな。血ついてるもんね。血ついてるってことは矢に植え付けてるってことだよね。これ一番重要でしょ。証拠隠滅したやつだから。リボンとほうきでどうやって倒すんだ？フルーツの下の腐ってるのは何なんだ？いや、それはどうだろう。全員ができないとも限らないんじゃないかな。レイヤちゃん、誰か心当たりあるの？ああ。私には一人だけ心当たりがあるよ。矢を投げて当てるなんて達人技をこなさなくても、白一面の部屋に足跡を残さず難なく侵入できる者がいるはずだ。これ何回も言ってるな。浮遊できるやつを疑ってるんだろ。あら、それってもしかして。当のハンナ君、君だよ。私はやってませんわ。矢が遠くから撃たれたものでないというなら、手に持って直接突き刺す必要があるだろう。だがあの部屋は全てを白い塗料で覆われていた。そしてそこには足跡が残っていなかった。他のパーツみんな知らないんだろうな。ならばノア君に近づくことはできない。他の消費品持ってるからな、俺。そう。空でも飛ばない限りは。ね。それって。ああ、そうとも。ご明察の通り。犯行に使われたのは、ハンナ君の魔法だ。それは、なるほど。この中で空を飛べるのはただ一人です。つまり、犯人は空中浮遊の魔法が使えるハンナさんしかいないということですね。ちょっと待ち上がりなさい。あなたたち、何を言ってるんですの？反論があるなら聞こう。どうぞ、ゆっくり喋っておくれ。あります。私、人殺しなんてしてませんわ。どんな弁明するんだろう。そんな言い訳誰が信じるっての。でもハンナではないよね。このままだとハンナちゃんが犯人として指名されちゃうかも。でも本当にこれでいいのかな？エマさんはレイヤさんの意見にまだ納得してないんですよね。そりゃハンナちゃんが犯人だなんて信じられないよ。なら、ハンナさんが犯人だった場合の時に起こることを整理してみるというのはどうでしょう？血を浴びる。どうやって服洗うんだ？深夜に殺人を起こしたら血浴びるよね。犯人だった場合のこと？はい。絶対遠距離で倒してるはずなんだよな。もし犯人でないなら、辻褄が合わないことが出てくると思うんです。私やっておりませんわ。だからバリバリ不都合だらけになるはずですわ。信じてください。あんだけ血ぶちまけてたら絶対浴びてるでしょ。その言葉が信じるに足るかどうかは検証して判断することにしようか。犯人はハンナ君しか考えられないと思う。そしてそれを指し示す証拠が2つある。というと何？ 1つ目は先ほど証明された通り、シェリー君に盗まれ破壊されたボウガン。それをどう修復するの？ちょっと分解しただけですよ。それをどう修復するんだ？ともかく犯行があったタイミングではすでにボウガンは破壊されていた。つまり、ボウガンを使うことはできなかった。ボウガンはもう使えない。よって犯人はノア君に近づいて直接矢を突き立てたと考えるのが妥当だ。そして2つ目の証拠はあの白一面に塗られた部屋だ。足跡ないからでしょ。一切の痕跡を残さずに部屋に侵入して被害者を刺す。ハンナ君以外は飛べないのだから、そんなことは他の誰にも不可能なのだよ。違います。私何もやってねえですわ。
じゃあやはり犯人が矢を外から投げたとでも？誰が納得するんだいそんな話で。死んだ時間帯わかんないな。まずは私の話が間違っていることを証明してからにしてもらおう。他の可能性がないわけじゃないけど、一番怪しいのは確かにハンナちゃんの。いや、死亡時刻気になるな。深夜に殺されたんでしょ。ドアオートロックだからさ。レイヤさんの言っていることは本当に絶対遠距離殺すしかないよね。何か見落としていることがあるような。ベルルちゃんの違和感、一体何だろう。もう一度考えてみよう。犯行は破壊される前に起きた。それはない。分解は2日前でしょ。ボウガンは破壊されてない。ボウガン破壊されてる。ボウガンは使うことができた。できない。痕跡を痕跡は残ってないね。残さず。被害者は刺されていない。被害者は刺されていないじゃないの。待ってレイヤちゃん、そもそも本当にノアちゃんは刺されていたのかな。ああ、死体には刺し傷があったね。あるね。はい、それは私も確認してます。これ間違えた？エマさんは確認してないんですか？指摘されたな。レイヤさん、レイヤさんが何か見落としてる。痕跡残ってるよね。これ傷は痕跡じゃないの？傷痕跡に入る？いや、レイヤちゃん、一つ見落としている証拠があるよ。へえ、何のことだい？私に教えてくれないかな。床に残されていた傷跡だよ。傷跡謎すぎるよね、本当に。それはさっきマーゴ君が言っていた床の傷だね。それがどうかしたのかい？